いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回は日本のフライフィッシングの始まりをテーマに解説いたします。これまでフライフィッシングについてほとんど配信してきませんでした。しかし私が最も得意とするフライフィッシングへの思いが込み上げてきたので、このチャンネルで少しでも知ってほしいと思いまして動画を作成することにしました。フライフィッシングをされてなくてもベテランの方もフライフィッシングから学べることはまだまだありますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。これからもフライフィッシングをテーマとした動画を配信していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは本題に入ります。日本に初めてフライフィッシングが伝えられたのは幕末から明治時代にかけてのことでした。長く続けていた鎖国を解き、海外への窓を開きつつあった日本には、当時欧米から多くの外交官や貿易商人が訪れました。スコットランド人のこのお方もその一人でした。彼は異国の日本でもふるさとと同じようにフライフィッシングを楽しめる地を求めました。そしてそれを栃木県日光の中禅寺湖に見出したのでした。今回は日本のフライフィッシングの始まりと題して解説いたします。本日の結論です。星野貞五郎氏がイワナを放流。あのお方が礎を築く。丸沼マス釣り会によって広がる。本日の目次です。フライフィッシングの起源をたどる。中禅寺湖はフライフィッシングの湖へと生まれ変わった。フライフィッシングの歴史を広げたマス釣りクラブ。それまでの中禅寺湖とは、この4つの項目について解説いたします。フライフィッシングの起源をたどる。フライフィッシングの起源は紀元前のギリシアにまで遡ると言われています。さらにフライフィッシングがゲーム性を帯びた今日の形になったのは15世紀のイギリスでのことでした。当時のイギリスではマス用のウェットフライが登場し、その後17世紀にはザ・コンプリート・アングラーというフライフィッシングの解説書も刊行されています。さらに19世紀になると同じくイギリスでドライフライが登場します。そしてこれと相まって毛針釣りのための昆虫学という書籍が1836年に刊行されました。この本はマスと水生昆虫との関連性を大きくクローズアップしています。その意味では現在のフライフィッシングの根底を築いたと言えます。フライフィッシングの始まりが1世紀というアングラーが多々いるのはこのような経緯があるからでしょう。それでは日本でのフライフィッシングのルーツはどのようなものであったのでしょうか。日本で毛針を使った釣りはすでに江戸時代から登場していました。それは天から釣りです。リールを使わずに竹竿の先に馬の尻尾の毛をより合わせたバスという道糸を結び、それで毛針を流すという釣法です。この天から釣りは川幅が狭く流れが急な日本の渓流では理にかなっており、日本の優れた釣りスタイルとしてフライフィッシングの到来より先に完成していました。このような地盤がすでにあった日本の渓流シーンに果たしてどのようにしてイギリス生まれのフライフィッシングが入ってきたのでしょうか。それは一人のスコットランド人から始まります。その人の名はトーマス・ブレイク・グラバー。中禅寺湖はフライフィッシングの湖へと生まれ変わった。グラバーは1838年にスコットランドで生まれました。貿易の仕事に関わっていた彼は中国の上海へと渡り、さらに1859年に初めて日本の地を踏みました。場所は長崎。ほぼそれと時を同じく長崎にグラバー商会を設立し、艦船や武器弾薬を扱う大商人となりました。この頃日本は幕末にあたり、彼は伊藤博文や坂本龍馬ら幕末の歴史的人物とも交流を深めていました。順風満帆の商いを続けていくかに見えたグラバー商会でしたが、1871年に倒産。倒産後の彼は炭鉱の鉱山領書記を務めるなど目立たない生活をしていました。しかし
1885年に思わぬところから転機がやってきました。日本の財閥の一つである三菱が東京本社にグラバーを召喚したのです。それに伴い住居も九州から東京へと移しました。グラバーが47歳の時のことでした。ここから彼の人生は鹿鳴館で外国人名誉書記になるなど社会的な地位は大きく向上し、彼の名を再び社交界に大きく広めました。そんなある時、彼は外国人社交界で栃木県に日光という素晴らしい場所があるという噂を耳にしました。その噂に興味を覚えたグラバーは、A Handbook for Travelers in Japan という外国人向けの日本のガイドブックに目を通しました。するとその中に、奥日光中禅寺湖やその周辺の川には多くのマスが繁殖し、釣りを楽しむことができるというくだりを見つけたのです。日本で確固たる地位を築いたグラバーの心に、スコットランド人特有の釣りに対する熱い思いがふつふつと湧き上がってきました。こうしてグラバーと奥日光との接点ができたのでした。この時、中禅寺湖ではマス類の密漁が頻繁に発生していました。中禅寺湖は奥日光二良山神社の境内の一部として存在し、湖での殺生は厳禁とされていました。しかし、禁を犯して魚影豊かなこの湖のマスの捕獲を企む者が多くいたのです。中禅寺湖で起きていた密漁の問題を知ったグラバーは、憤りを覚え、彼の息子である倉場富三郎や地元の有志と手を取り合って、中禅寺湖の魚の保護や育成を考えました。そのための案の一つが、合法的に魚を捕獲するというもので、グラバーたちの努力の甲斐あって、中禅寺湖漁業組合をスタートさせることができました。これが明治19年、1886年のことでした。グラバーは漁業組合を発足させたとき、実はまだ現地を実際に訪れたことはありませんでした。彼が日光の地に初めて足を踏み入れたのは明治23年、1890年の夏でした。その頃の日光は日本に住む多くの外国人の避暑地として賑わいを見せていました。グラバーも他の外国人客の例に漏れず、金谷ホテルで旅の疲れを癒しました。しかし、逗留しながらも心は湖へと向いていたようで、機会を見つけては人力車や山かごに揺られて中禅寺湖を目指したといいます。グラバーは中禅寺湖で大島藤三郎と出会います。この人物は漁業組合創立の際、現地で尽力した一人でした。二人はすぐに意気投合し、その出会いから間もなく、グラバーは中禅寺湖の湖畔に別荘を建築しました。この別荘に奥日光で釣りをたしなむためのフライタックル一式が運び込まれたことは言うまでもありません。そしてここを拠点に彼は釣り三昧の夏の日々を過ごしたのでした。漁業組合の仕事の一環として大島藤三郎は奥日光の湯川にマスを放流していました。そんな折、グラバーは大島藤三郎に一つの提案を持ちかけました。それは湯川に外来種のマスを放流しようというものでした。放流する魚種はカワマスことブルックトラウト。ブルックトラウトの放流計画にかかる費用はグラバーがすべて負担しました。そして明治35年、1902年、ついにアメリカ・コロラド州からブルックトラウトの卵25,000粒が輸入され、早速中禅寺湖湖畔に菖蒲ヶ浜の孵化場で孵化が開始されました。やがて卵は無事孵化し、漁業組合の手によってその年の5月2日に15,000匹の稚魚が湯川に放流されたのでした。これは奥日光のフライフィッシングの歴史を飾るもう一つの大きな出来事でした。ところが同じ年の9月、大暴風雨が奥日光を襲撃しました。この大雨で河川が氾濫し、せっかく苦労して放流した稚魚は濁流に飲まれてしまいました。しかしグラバーの釣りと
魚に対する情熱まで押し流されることはありませんでした。明治37年、1904年には2回目の放流が行われました。この放流によってブルックトラウトはようやくグラバーの愛した奥日光の住人として迎えられることができました。そして明治44年、1911年、この奥日光はもとより日本にフライフィッシングの礎を築いたトーマス・ブレイク・グラバーはその生涯を東京の屋敷で閉じました。73歳のことでした。フライフィッシングの歴史を広げたマス釣りクラブ。日本のフライフィッシングの歴史はグラバーから始まりました。しかし一部の愛好者の間では日本のフライフィッシングの発祥は群馬県丸沼でスタートしたマス釣りクラブだと語られることがあります。同地にフライフィッシングの愛好会である丸沼マス釣り会が発足したのは大正初め頃で、グラバーが中禅寺湖で初めてフライフィッシングを行った時よりも後のことでした。それにもかかわらず、そのように言われる理由はどこにあるのでしょうか。それにはまず、イギリス人の実業家、ハンス・ハンターに触れておかなければなりません。ハンターは明治17年、1884年、彼の父、エドワード・ハズレット・ハンターが貿易関係の仕事で来日してた時に誕生しました。彼は7歳から8歳まで日本で暮らしていましたが、一時欧米に渡り、明治40年、1947年に再び日本の地を踏みました。そして日本に戻ってからの彼は実業家としてその地位を上げていきました。そんな中、彼は群馬県丸沼の丸沼マス釣り会の会員となっていました。同会では長江会が盛んに催されていましたが、東京から丸沼間のアクセスは今のように整っていたわけではなく、会員たちが長江会に参加するのに非常に不便でした。そこでハンターは大正12年、1923年にクラブを丸沼から中禅寺湖へ移してはどうかという提案を行い、同時に中禅寺湖の大島久治、先に登場した大島藤三郎の息子に相談したのでした。これに伴ってハンターが起こした行動は中禅寺湖の拠点探しでした。その場所として彼が購入したのは、偶然にもかつてグラバーが別荘として所有していた邸宅だったのです。そして丸沼マス釣り会を中禅寺湖へと移し、その名も東京アングリング&カントリークラブとして新たな運営を開始しました。大正13年、1924年には会員が利用する宿泊施設の建造や養豚場の造成が行われるなど、クラブは本格的に指導しました。さらにハンターの志を金谷ホテル社長であった金谷真一も後押ししました。それまで中禅寺湖周辺では人力車が主な交通手段でしたが、中禅寺坂を自動車が走れるようにしたのでした。こうして多くの人の協力によってハンターが起こした東京アングリング&カントリークラブも順風満帆の状況を迎えました。しかしこんな絶頂期も太平洋戦争が起こるまでのことでした。開戦から3年後、ハンターはひっそりとクラブの幕を下ろしました。そして終戦から2年後、ハンター自身の生涯にも幕が下りました。64歳でした。これがマス釣りクラブの成立から終わりまでの経緯です。グラバーは日本におけるフライフィッシングの歴史の第一歩を記しましたが、ハンターが担ったのは、より多くの日本人にフライフィッシングを広めた伝道的な役だったとも言えるでしょう。それまでの中禅寺湖とは、中禅寺湖はもともと魚が全く生息しない湖でした。ところが明治6年、1873年、星野貞五郎が華厳の滝の下流部にあたるダイヤ川のイワナ数百匹を中禅寺湖に放流しました。これを機に星野貞五郎以外の人物も様々な魚をここに放流するようになったのですが、放流した魚の中でもサケ科の魚の繁殖は目覚ましく早いものでした。星野貞五郎の放流から12年後に湖に生息する魚の調査が行われています。
彼が放流した時のイワナのサイズは5寸から6寸、15センチメートルから18センチメートルでしたが、調査の年には60センチメートルから90センチメートルにまで成長していたと記録されています。この出来事もある意味で日本のフライフィッシングのルーツなのかもしれません。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。